はいさい。はいさい。そうですね、今日は、ロボコップというタイトルが入ってるけど LSP とプリズムの話になっていっぱい作ってきたんでみんな頑張って聞いてくれというところで、クイックです。ロボコップのコミッターやってます。AI システムマネジメントって会社で、エンジニアマネージャーをやっておりますというところで、大体、毎日なんかオープンソース活動をやってて、で、AI システムマネジメントって会社はですね、Ruby と Agile を得意としている受託開発の会社でですね、今日はこんなメンバーが来てる。スピーカー2人に LT1 人に今日やるらしい Ruby カラオケ帰ってきたぞのところのホストの1人の風雅国分メンバーもいるっていうところで、うちの会社2人スピーカーでちゃんとプリズムとリャマの両方対応してる企業なんですよ。偉くないですかっていうところで、昨日はなんか今回ナイトクルーズスポンサーの方やってて、満員御礼ってところでありましたというところで、月1で OSS パッチ会などやっているところで、1年前から構文解析研究部ってやつを始めたんですよ。なんかコントリビューションしてる内容を見るとそれっぽい人いるから、なんか名前つけたら金子さんとか大喜びしてくれて、なんか名前大事だなと思ってます。ちなみにこの部活ですね、入社すると漏れなく入れますので、ぜひぜひ入ってください。来てくれるのかな本当にっていうところで、あとですね、僕がですね、今の会社に転職して20周年なんですよ、実は今。っていうところですね、オンライン技術顧問サービスというのを立ち上げて、ネクセイ様の方にトライアルでご協力いただいているんですけど、商談をお待ちしておりますというところですね。というところで、今日は、ロボコップ LSP& プリズムというタイトルで話をさせてもらいます。大体パート2つ、もうタイトルのままですよね。LSP とプリズムのパートに大きく分かれてます。で、話はちゃんとつながっているので、まずは LSP のところからいきますね。で、もともとやろうとしたバックグラウンドなんだっていうところで僕 LSP よく分かんなかったからLSP 作ってみればなんか分かりそうじゃないですかっていうところで、でも乗っかって出すかなと思ったらちょうど1年前の Ruby 会議のちょっと前にスタンダードジェムにLSP 入ったんですよ。というところでちょうどそこのスタンダードジェムのジャスティンと帰り道の松村駅でばったり会って、それロボコップに入れたらどうですかねっていうところをやってのところの会議エフェクトの話なんですよ今日は実は。というところでちょっと LSP の話やるとRuby って今年31周年で LSP ってまだ8年ってところの若い技術のところで、まだちょっと若いところでご存じないところもあるかもしれないんで、少しだけやるとLSP っていうのはこうエディター上に例えばロボコップとかだとここがおかしいよとかいうところをリアルタイムで出しつつオートコレクトとかそういうのもコマンドパレットから実行できるとかそういうような仕組みのものですね。で LSP 自体は何なのっていうとプロトコルなんですよ。っていうところで、その LSP のランゲージサーバープロトコルのところっていうのがRails 8でどうも入れようという試みがあるらしくって、こういったところとか LSP まだご存じないとか使ってないとかいう方いらっしゃったらもう早速使ってみるといいんじゃないかなと思ってます。で Ruby の LSP はいろいろあるんですよ。多分 Rails が入れようとしてるのって多分 RubyLSP というなんかいろんな機能ごちゃっと入ってるLSP で、それ以外も例えば今回話すロボコップとかスタンダードとかスティープとかタイプロフも自身のものを持ってるっていうところです。それぞれのやつというところで、今日のところはロボコップのビルトイン LSP の話をしますというところで、今回足したのがですね、ロボコップ -LSP ってやつですよ。これはあんまりユーザーが直接コマンドラインから叩くやつじゃなくて、どういったものかっていうところをちょっと話をするんですけど、いずれにせよLSP クライアントの方からロボコップ -LSP ってやつを叩く形になって、ここのLSP のやり取りの通信は JSON-RPC を使ってやるとするんですけど、そこで-LSP で起動してるねっていうところが見えるんですけど、こういったエディターとか ID のプラギンのクライアント、Emacs だったらみんな Emacs 使ってますよねのところのエグロットとかいろいろあるので、そこのところとサーバー通信してやり取りするというところが大きなものっていう。で、ちなみに VS コードところでも、用意はしていて、VS コードロボコップってやつを、Visual Studio Marketplace の方に出しているので、こちらの方でもお試しいただけるという。で、なんかタイプスクリプトのコードなんですけど、こんな感じで-LSP とかを読んだりとかしてる。で、みんな大好き Emacs とか、あとは Vim とかですね、そういったところも、Emacs だと IntL のところにこんな感じでロボコップ LSP とか、あとはなんか NeoVim 僕ちょっと使ってないから読み方間違えてるかもしれない。コックセッティング JSON ですかねとかいうところでパラメータを押せば使えるというところですね。っていうところがクライアント側。で、サーバー側のところなんですけれども、全体像としてはこんな感じなんですよ。で、一個一個ちょっと話すと、プラグインからロボコップ LSP というところの起動がいきますというところで、デーモン化されるっていうところで、2年くらい前かな、ロボコップ遅いのって起動が超遅いんですよってところがもうデーモン化しとけば早くなるんで、この辺でまず LSP 使うと早いよっていうのはそういうところから。で、ここでですね、実際
ロボコップ LSP コマンドを呼ばれた時にこのランメソッドと呼ばれて、このいかにもって名前ちゃんとついてるんですよ。ロボコップ LSP サーバーってやつを起動するんですよ。ところでこんな感じでサーバーを起動して、でそのサーバーのところの中身は松島さんが RubyCali2017 で発表されてた Unlockサーバープロトコルっていう、SDK を使っております。で、ちょっと名前、紙面の都合上長いんで割愛できるようにちょっとエリア伏せてますけれども、そこの LSP のライブラリ使ってスタンダード IO でクライアントとサーバーの通信をしているというところ。で、あとはコンテクストとして LSP からこの後ちょっと話また出るんですよ。LSP というコンテクストで実行しているってことが分かるように Robocop LSP Enable っていう、名前は RubyVMYJIT Enable から取って、パチってるんですけど、そこの名前をやって LSP からの入力コンテクストってことが分かるようにしている。で、そこのサーバーのところの中身なんですけど、スタンダードインのところから、待ち受けをして、で、そこのところで JSON-RPC で、来たリクエストのところを、ルーティングでさばいていくっていうところですね。で、そのルーティングでさばくっていうところがですね、こういうふうに、ルーツってやつがあって、これで、LSP のそれぞれどういう時に呼び出されるかっていうところ、例えばテキストドキュメントディスチェンジとかだと、エディター上で変更のあった時に、ロボコップを呼び出し結果を得るとか、オートフォーマットとかする時とかのメソッドが呼ばれたら、こんな感じでオートコレクトした、ソースコードを返すとかいう感じをやるというところですね。という形で、ロボコップ自体を内部的に読んでいって、内部的には、ロボコップスタンダードインで、フォーマット JSON で返すみたいなことを、ロボコップランナークラス使って実現しているというような形で、あとはそれを、クライアント側に、スタンダードアウトを経由して返すとですね、こんな感じで、画面上でインタラクティブな、やり取りが実現できるというもの。で、これによってですね、もしも LSP 使ってない方で、こういう例あるんじゃないかなと思ったんですけど、エディター書いて、ロボコップ実行のために、ロボコップコマンド毎回叩いてって、コンテクストスイッチ結構大変だと思うんですよ。遅いですし、ロボコップコマンドデフォルトまんまだ起動が。で、LSP 使うと、普段はエディター上でフィードバックあるので、そちらの方を見つつっていう形で、なんていうんですかね、コミットしてプッシュする前にロボコップちょっと実行しよっか、みたいな感じでコンテクストスイッチの回数をすごい減らせるし、そもそも、デーモン化したものを実行するんで、フィードバックすごい早いから開発体験が変わるんで、ぜひ使ってもらえるといいなと思ってます。で、これを作るにあたってですね、結構、なんていうんでしょう、どういうものを得たかを少し言いますと、LSP クライアントを2つ作ってたんですよ。まず自分が使いたいので Emacs を優先的にやりました。今後も Emacs 優先的に僕は使います。けれども、世の中 VS コードとかそういうのを使う人もいるので、そういうののためにやってるのと、あとはLSP 自体がマイクロソフトが作ってる仕様なんで、大体 VS コードのことを調べようと思う、LSP のことを調べようとすると、VS コードのところの情報やっぱ必要になってくるので、そういったところでVS コードとか結構いろいろ知っておくと便利な時もある。クライアントの時っていうところは自分が使ってみていろいろポイントがあるんですよ。まだまだ。例えば YJIT で Rails アプリケーションのところでサーバーのところで YJIT 渡して速くなったみたいな記事とかって見方はするんですけど、手元で YJIT 使えるっていうところが一個。デーモン化ってことはいかにも YJIT 聞きそうじゃないですか。っていうところでVS コードのプラグインのやつはデフォルトで YJIT 有効で、サーバー起動するっていう風になってますし、Emacs とか Vim の人は演武コマンドのところの普通に RubyYJIT Enable 1とか適当にやって Robocop LSP やれば良いという感じで。で、パフォーマンスとかは僕は特に測ってないので、もしも興味ある人がいたらちょっと測ってみるといかがかなと思います。あとは、オートコレクトでフォーマットするときとかですけど、僕は大体、保存時にフォーマットされれば結構十分使い勝手がいいと思ってます。保存時に例えばテスト実行とかっていうと、ちょっとタイミングがずれるんですけど、フォーマット系は十分それでいけると思います。っていうところで、LSP、ぜひ使ってもらえるといいかなとは思うんですけど、LSP 最初に言ったようにまだ若いんですよ。いろいろと。で、LSP で提示してるのってあくまでも仕様であって、実装にもう割といろいろと丸投げしてるところで、こういうことがあると何が起きるかっていうとですね、エディター上でオートコレクトしすぎる問題っていうのを遭遇するわけですよ。例えば、まだ書いてる途中なのに、バリアブルっていう変数名のやつまだ使ってないから、アンスコつけられたりとか、いや、これから書く頃そんな足さなくていいよみたいなやつとか、メソッドとりあえず、外枠だけやってるの、後で書こうと思ってて、保存したらワンライナーのセミコロンで繋げる形にされてるとか、あと R スペックって、
特定のテストだけ実行したいときって FIT ってあるんですけど、フォーカスですね。やると保存すると何が起きるかというと、IT にオートコレクトされて、その特定のテストだけ実行されないっていうところを、うちの会社のメンバーからもフィードバックもらって、これちょっと辛いですよね。辛いですよね。わかりますよね。っていうところで、これって LSP っていうものが現れてからちょっと考えないといけないことが増えてしまったんですよ。今までって書き終わったコードに対して、ロボコップって実行したところ、まだ書いてる途中なのにオートコレクトされるという新しい問題が出たっていうのが、この LSP の問題。じゃあその書いてる途中なの、書き終わったのっていうところって機械的に決めれるのって考えたことある人います？普通考えないと思うんですけども、すごい考えたんですよ。年末年始。というところで、これで足したのが僕が、オートコレクトコンテクスチャルってやつをちょっと作りました。まずソースコードに状態があるんですよ。で、すごい大きく言うと、まずエディターと CLI。ロボコップコマンドとかですね。で、エディターのところは、書ってる途中って、バリッドなシンタックスだったり、インバリッドなシンタックスだったりっていうところを行き来割りとしてるんですよね。で、いうところで、このエディターの時にオートコレクトしたら困る時があるわけですよ。で、逆に CLI の時は、オートコレクトしてもいいはずなんですよ。なぜかというと、おおむね書き終わってるっていうふうに見なせるだろうということで。で、出てくるのが、僕の中では、さっきのところの、LSP と CLI のツールによって、コンテクストを変える。LSP は、時はオートコレクトしてほしくない。CLI の時はオートコレクトするっていうところで、ロボコップ LSP Enabled Question のところで、コンテクストを分けてオートコレクトするしないをできるようにしました。で、ロボコップ 6.0 よりも前は、コップごとのオートコレクトの設定が true false の、ブーリアンだったところを61以降は産地に変えました。true false は広報互換のために残してるんですけど、always と disable とコンテクスチャル。で、コンテクスチャルにすると、コンテクストに応じてオートコレクトしたりしなかったりっていうようなことを動くようにしてますってところで、大体これでうまくいくように見えるんですけど、この状態見るとですね、このインバリッドなシンタックスってところも気になってくるじゃないですか。で、今のロボコップって、リントシンタックスっていうコップが常に動くんですよ。シンタックスエラーの時って。だけど、金子さんとかよく話してるんですけど、エラートレランスってやつが今話題になってて、それ入れるとちょっと違う考えができるんじゃないかっていうところは興味ありますよねっていうところで出てくるのがプリズムってやつなんですよ。で、プリズムはもともとそういった僕エラートレランスとかどういうのかよくわからずに一応金子さんと話したりとか記事読んだりとかしてましたけど、それとは別軸でボジダル・バスコフが、プリズム使うとロボコップ4倍速くなるみたいな。マジみたいな。で、マッツもよく言うんですけど、速くて文句言う人いないんですよ。速くなるんだったらとりあえずやってみようかっていうところもあってプリズムを導入。で、プリズム何かっていうとケビン・ニュートンが作ってるやつで、C で書かれた手書きの再帰加工パーサーです。で、結構特徴的なところが結構なんですかね、パーサーのユーザーのことをよく考えられていて、エラートレランスもそうですし、トランスレーションレイヤーとかイルラリラリとかもしてるというところ。で、こんな感じで、プリズムパースのところで、ソースコードを渡すと、解析結果くれたり、ファイル名したシェルだとか、あとは Ruby3.3 から、リャマがデフォルトで Ruby のパーサーを作るパーサージェネレーターとして採用されてますけど、Ruby-パーサープリズムってやると、プリズムに切り替えて実行できるっていうようなところがあって、Ruby のパースにも今、一応エクスペリメンタルで入ってると。でですね、ここがまでも難しいんですよ。リャマーはLR にのっとってパーサーを作っていく。パーサージェネレーターはパーサーを生成するっていうところと、プリズムは手書きでやっていくみたいなところで、ユニバーサルパーサーっていうのがあってですね、天井に太陽は2つなく地上にパーサーただ1つみたいなところがあるんですけど、これがプリズムに依存しすぎて、もしもリャマーが何か例えば裏側もうリャマで行きますみたいなことになった時、結構頑張ってもしんどいじゃないですかっていうところを心配してたら、ケビンの方から、いや、プリズムの API は、例えば SC とかそういうのはちゃんとインターフェース残るから、そこは安心していいよ言われて、ちょっとそこら辺で進めてもいいかなっていう感じで進めてる。っていうところで、パーサーエンジンをロボコップの裏側を切り替えれるようにしましたというところですね。パーサープリズムというふうに、パーサーエンジン、パーサープリズムってやると切り替えが可能。で、パーサーのお仕事
ちょっとおさらいになるんですけど、僕は3つあると思ってて、よく言われる AST とかレキサーってあるんですけど、もう1個ダイアゴノチクスっていうエラーの場所だとか、エラーの警告の場所とか内容とかっていうところを返すっていうところも仕事として重要で、このあたりの互換性みたいなところは、パーサーエンジンを置き換えるときに考えないといけないんですけど、例えばですね、既存のロボコップってパーサージェム使ってるんですけど、プリズムを置き換えると、プッツハローだけでもこんな AST 違って、これ置き換え作業なんてちょっと現実的に辛いですよね。やりたい人なんて多分基本いないと思うんですけど、ただそこでもちゃんとケビンがすごい考えてくれてて、プリズムのAST をパーサーの既存の AST に変換するレイヤー作ってくれてるので、ロボコップ側のところは AST の処理を変えなくても大体うまくいくようになってるという。すごい。で、これまでの、ロボコップのところのパーサーの裏側のところなんですけど、パーサージェムのところって、構文定義ファイルが Ruby のバージョンごとにあって、ラックを叩くと、裏側でパーサージェネレーターで、Ruby33 とか34とか、その構文定義ファイルに応じたパーサーが生成されるという形でそれを使ってたっていうところですね。で、プリズムにするとですね、プリズム手書きのC 拡張のものになってるんですけど、直接使うんじゃなくて、ここの中間層、ちょうどアダプターパターンみたいな形になっていて、ここで AST を置き換えるというような形になってる。で、ここのインターフェースが、既存のパーサージェムと合わせてるので、ロボコップ側のところは変更とか、うまく入れなくても大丈夫っていう作りになってる。というのと、あともう一個ポイントがあって、プリズムも、いくつかのバージョン、このパースの、バージョンオプション、これ僕欲しいって言ってたら作ってくれたんですけど、例えばバージョン 3.3.1 とかやると、バージョン 3.3.1 の内容で、構文解析してくれるっていうような仕組みが入ってるっていうところですね。というところで、さっき見たような、パーサージェムみたいな感じの構造のものを使えるようになると。プリズムとか、じゃあ構文ファイルとかするんじゃどうなってるのっていうと、C のコードの中で、例えば Ruby3.4 で it 構文とか入りましたけど、あれとかも if 文とかになってて、結構大変そうだけれども、今後どうなっていくのかってところは、そこら辺はちょっと興味あると。で、そういった形でバージョン切り替えることが、例えば .robocopyam のターゲット Ruby バージョンのところの値を元に、プリズムのパースのところ、バージョンごとに変えれるようになると。ようなものですね。で、なんでそれ必要なのっていうと、あんまり知られてない部分あるかもしれないですけど、Ruby の、なんですかね、ロボコップ使う時の Ruby のランタイムと、どの Ruby のバージョンの、ソースコードとして解析したいかって、別々じゃないとダメなんですよ。例えば Ruby27 以上の、サポートをしている RubyGem とかって、Ruby3.0 とか 3.1 とかでも動かせないとダメなんですけれども、ソースコードとしては Ruby2.7 でちゃんと解析しないと、新しい Ruby3.0 のメソッドとか使ったら、死にますよね。Ruby2.7 で動かそうとするとみたいなところあるので、この機能が非常に重要になっておりますというところで、これも、実験的なんですけれども、皆さんが使える状態にはなってます。パーサーエンジン、パーサープリズムっていうところで、プリズムは Ruby3.3 以上の解析をサポートして、3.3 と 3.4 をサポートしているので、3.3 以上を指定して、あとはランタイム依存はしてないので、別途ジェムファイルにジェムプリズムっていうふうに書けばできると。で、早くなったかっていうと、なんていうんですか、プリズムのトランスレーションを使うと、大体確かに4倍ぐらいになってるんですね。これ、何元にしてるかっていうと、プリズムのリポジトリのところにビンプリズムのベンチマークってやつあって、パーサーごとの速度比較とか出せるので、で、生のプリズムをパーサージェムに置き換えると33倍早くなるらしい。けれども、まだちょっと先の話なんですけど。ただそれがどれぐらい嬉しいかっていうと、ロボコップファンと当てていくと、あんまり嬉しさが出ないかもしれない。なぜかというと、起動がそもそも遅いというところで、どこをボトルネック直すかってところで、ロボコップコマンド自体のところの、遅さにはあんまり、解析自体の速度って寄与しないかもしれないんですけど、ただ LSP になるとですね、LSP はそもそも起動した状態を前提にするので、解析のところの速さってところはもうちょっと効いてくるかもしれないってところはちょっと望みとしてあるってところですね。で、もう一個なんですけど、速さ以外の、実際のインバリッドなシンタックスの時にどう扱うのっていうようなところのエラートレランスですね。例えば42をカッコでくくったやつとかって、バリッドなシンタックスじゃないですか。普通に処理されるんですよ。で、プリズムの場合は、例えば閉じカッコ忘れてます、書いてません、まだ入力中ですってやつとかは、ミッシングノートとかいう形で、ちゃんとパースはできるので、プログラムとして処理できるようになる。エラーでおしまいとかそういう話にはならないっていうところですね。っていうのがあって、とはいえ、エラートレランスパーサーのやつは、パーサートランスレーション、
プリズムトランスレーションパーサータイプしてるんですけど、のところで、なんていうんでしょう、パーサージェム互換を目指してるので、パーサージェムがエラートレランス持ってないので、持ってないですよ。なんでロボコップではまだエラートレランスというものはサポートできておりませんというところと、あとこれ僕の悩みを聞いてくださいなんですけれども、エラートレランスってリンタとかフォーマッターって嬉しいんですかねっていうところが分かんなくて、どういう時に嬉しいかっていうと、コードコンプリーションなんですよ。例えばレシーバー書いてドットってやって、例えば型で言ってメソッドを絞り込みの保管とか出すみたいな時っていかにもインバリッドなシンタックスで開発補助になるっていうところなんですけど、例えばリンターとかで推奨メソッドのところを警告出して書き切りますよね。だからバリッドなシンタックスじゃないですか、その時点で。存在価値どれぐらいなんだろうとか、あと書いてる途中にフォーマットかかってほしいですかとか、あとなんていうんですか、昨日雄三さんと話してなるほどと思うんですけど、入力中にマトリックス ABC サイズとか言われてうるせえって感じになったりとかって、みんなどう思うんだろうなとかって、だからここ踏ん切りあんまりついてなくて、ちょっとどうしていくかなって結構悩みなんですよ。ただ、現状でトランスレーションパーサーのところで、エラートレランスが使えないだとか、実際の素のプリズムの方がもっと早くできるとかっていうところって制約であるものの、そこら辺ってまだ可能性でもあるので、そういったところとかちょっとまだ見てみたいなと思ってるところ。で、ここのパーサーエンジンのところで、さっき、プリズムっていう分かりやすい名前つけてないんですよ。なぜかっていうとですね、これはちゃんと理由があってですね、本当はですね、消したいんですよ。わかりますね。直接呼びたい時に並行して設定どっちを選べるのみたいな並行稼働を考えないとダメな時用に、予約として取っとくかって形で、あえてそういう名前つけてない。でもですね、昨日金子さんの話聞いて、これ朝3時ぐらいにスライドを作ったやつなんですけれども、この可能性もあるんですよね。実はプリズムに依存するのではなく、プリズム API に依存するっていうところ。で、リャマっていうかっこいいパーサージェネレーターが今回の Ruby 会議3つもトークあるみたいで、明日うちのコバジュンメンバーが話すんですけど、リャマってやつが、この後 IELR ってやつにアップデートされて LALR か IELR になって、その後どうも出世王みたいに PSLR みたいな形になってくらしいですよみたいなところとかあって、すごいアクティブな活動あるので、ここの未来もあるかもしれんなとか思いながら、プリズムというよりはプリズムの API のところにいい感じで依存できるようにアップデートできていくといいのかなって。で、その辺ができた暁には多分もっと早くなるんですよ、どの道。と、エラートレランス手に入りだとか、今だとパーサージェムのYAC ファイルをアップデートするにあたって Ruby のYAC のやつをトラッキングしてメンテナンスしないといけないとかいうところから解放されるっていうところで、これぞユニバーサルパーサーみたいなところですね。ただ、それを実現しようと思うとですね、AST がプリズムのやつとかように対応しないとダメだとか、レキサートークンとかダイアノティクスとかなんかいろいろやんないとダメだし、ルボコってなんですかね、ノードパターンっていう AST をうまくマッチさせるような独自構文みたいなやつがあって、それも対応しないとダメで、同時並行で開発と運用をやらないといけなくて、そもそも機能もいろいろオートコレクトとかありますし、580以上のコップとかも動くようにとか、いやー、気が長い話ですわ。本当にいつ終わるんやろっていう。ところで、適当ですよ。多分ですね、こうなるのかな。今年 Ruby3.4 じゃないですか。だから Ruby3.5 か 3.6 ぐらいにはもしかすると、リャマかプリズムみたいな話がもうちょっと進んでるかもしれない。金子さん目があったぞ。っていうところで、だからその後の 3.7 ぐらいはもしかして一つあるのかな、どうなんですかね。ってところで、もしくはトランスレーションパーサーのところでエラートレランスなんかサポートするとかいう、ちょっとなんか、道もちょっとあるかもしれない。ってところで、今のところだと、こんな感じで、パーサージェムと、プリズム、トランスレーションパーサーのところを切り替えできて、それぞれなんていうんですね、新しいものになると、古い Ruby の構文とかサポートされはしないので、その辺ちょっと使い分けみたいなところと、今後のところで、プリズム API みたいなところってところはコンセプチュアルとして今ちょっといろいろ考えているところっていうところですね。というところで、今までのロボコップのところっていうところは、ちょっと正規評伝はちょっと一回置いといて、リッパー第一世代で、今パーサージェムが第二世代すると、今第三世代のトランスレーションプリズムっていうところになってきて、で、第四世代っていうところもちょっと視野に入ってきたってところですね。で、これちょっと、手元で遊んでみて、皆さんも興味あれば遊んでみれるというんです。ユニバーサルパーサーっていうところをプリズムで一回試してみれるんですよ、手元で。ロボコップの構成をプリズム使うようにして、で、RubyOpt でパーサープリズムとやって、バンドルエグゼクロボコップってやると全部プリズムで動く。内部できる。できてる。
けれども、まあなんかどうなっていくかはまた今後楽しみですねってところで、私の話は今日、なんていうんですかね、362日のルビースト活動ですね、ジャスティン・サールズと松本であって、362日過ごした話は以上になりますけれども、最後に、謝辞として、名前を挙げさせてください。ボジダラ・バスコフオン・ロボコップ、サンキュー。ジャスティン・サールズオン・スタンダード・アルビー、サンキュー。ケビン・ニュートンオン・プリズム、サンキュー。ザ・パサモンスター、ユイチロー、金子、サンキュー。Thank you for your attention. That's all I have you today. Keep hacking. Thank you.